山猫先生、お疲れ様です。人事から先生の面談を受けてくださいと言われてきました。先月、残業が80時間を超えてしまって。ゆきちゃん、よく来てくれたね。これは過重労働面談といって、長時間労働をした人の健康を守るための大事な面談なんだ。私、そんなに危ない状態なんでしょうか？結論から言うと、今のうちに手を打てば大丈夫。でも、放っておくと危ない。今日はその理由を順番に説明するね。まず、過労死ラインの話。時間外、休日労働が単月で100時間、または2ヶ月から6ヶ月の平均で月80時間を超えると、脳や心臓の病気のリスクがぐっと高まるとされている。これがいわゆる過労死ラインだよ。だから月80時間を超えて疲労が溜まっている人には、医師による面接指導、つまり今日のような面談の仕組みが用意されているんだ。大原則はこのラインを超えない働き方だよ。私、ギリギリ超えてしまったんですね。それからもう一つ大事な法律の話。そもそも残業をさせるには、会社と労働者の間で36協定という取り決めを結ぶ必要があるんだ。時間外労働の原則は月45時間、年360時間まで。特別条項を結んでいても年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満。これを超えると会社は法律違反、つまり違法状態になり得るんだよ。健康の問題だけじゃなくて法律の問題でもあるんですね。そう。じゃあ次に、一番大事な体の中で何が起きるかご説明するね。長時間労働が続くと、まず疲労が蓄積して睡眠不足になる。すると血圧が上がって高血圧が進んでしまう。さらに生活リズムが乱れて、食事の時間や内容もバラバラになる。これで糖尿病が悪化することもあるんだ。それだけじゃない。忙しくて通院ができなくなると、お薬が途切れてしまう。内服が中断すると持病がじわじわ悪化していくリスクがある。この状態が続くと、最終的には動脈硬化が過度に進行して脳や心臓の病気につながりかねない。これが過重労働による健康障害リスクの正体だよ。残業がそんな風に病気につながっていくんですね。ちょっと怖くなってきました。大丈夫。対策はちゃんとある。まず、働く人自身ができることから。一番大事なのは、忙しい時こそ睡眠時間の確保に努めること。仕事が増えるとつい睡眠を削りがちだけど、実はそれが一番危ないんだ。そして睡眠や食欲に支障が出てきたら、それは体からの黄色信号。我慢せずに速やかに職場に報告して医療機関を受診してほしい。我慢して隠すのが一番良くないんですね。その通り。そして会社側にできることも2つ提案したいんだ。1つは屋根瓦式の業務分担。特定の人にしかできない属人的な業務をなるべく減らして、複数人でカバーし合える形にしていくこと。もう一つは計画的な年次有給休暇の取得。疲労がたまりきってしまう前に計画的に休んでリセットする。これが疲労の蓄積を防ぐんだ。個人の頑張りだけじゃなくて仕組みで守るんですね。まとめよう。まず、過労死ラインを超えない36協定の上限を守る。これが働き方の大前提。疲労の蓄積は高血圧や糖尿病の悪化、通院中断による持病の悪化を経て動脈硬化を過度に進めてしまう。だから忙しい時こそ睡眠を確保して、不調が出たら早めに報告と受診。会社は属人化を減らして計画的な休暇を。これで働きすぎから体を守れるよ。山猫先生、ありがとうございます。まずは今日から睡眠時間を最優先にします。それと、来月の残業時間がちゃんと減っているかも一緒に確認していこう。何かあったらいつでも相談してね。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。